はい、今日もいい天気だな。8月の夕方、今ね6時40分ぐらいですね。見てください、この明るさ。わかりますかこれ。海むちゃくちゃ綺麗やな。雲の下なんだあれ。宮古島ね、だいたい今の時期だと7時半ぐらいに日の入りなんですよね。でこの6時半とかだとまだ全然明るくて、全然活動的に動けれる。で今日ね、皆さんにこのご紹介したいなと思ってるのは、じゃんと、なんだこれと。これ太陽光発電所ですね。よく見るやつですよね。でも高さが2トンヨニック車がだいたいあれ 2.5 メーターぐらい高さあると思うんですけど、さらにその上だいたいね、高さが 3.5 メーターぐらいのところに今太陽光パネルがついています。で間が歯抜けになってるじゃないですか。ビシッとこう並んでないですよね。歯抜けになってる。なんでかっていうことなんですけども、僕たちはこう本当に大チャレンジを今してるんですね。これは何かっていうと、見えますか。江口ホールディングスブルーオーシャンカンパニーソーラーシェアリングの実験場。ソーラーシェアリングって何かっていうのが、太陽光発電をこの上空でやりながら下で農業をやると。すごく有名なやつで言うと、しいたけとかああいうお日様がいらない作物を作る屋根、太陽光を発電して下にある農地、例えばしいたけとかと菌床ですよね。そういうもので普通に農業をやってダブルスタンダードで収入を得ようっていう、そういう取り組みですね。この高さ 3.5 メーターのところにこう作ってパネルを並べて、で実際この課題っていうんですけど、太陽光をつなぎ止めとく、この課題をバーッとこう組んでいきますね。これが約15センチぐらいですか、幅で。ここで1回ストップしてますね。でこれをよく見ると、下にビューッと杭みたいになってるんですけども、実際これ杭なんですよ。これ長さが 3.6 メーターあって、もう杭の螺旋状のこう羽がついてるんですね、下に。それを上からギューッとこうぐる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 っとこう機械で、大きい機械で回していきますね、ユンボとかで。で回して回してちょうどいい高さまで来た時にストップさせますと。その上に普通に太陽光の課題を組んでくると。太陽光発電の野立てって言われる土地の上でやるときにはすごくオーソドックスなやり方。ただ高さが 3.5 メーターのこれを支える150ミリの鉄骨ですね。でこの深さ 3.3 メーター以上この刺さってるこの杭、太さももう本当に150倍ぐらいの鉄骨でできてるこれによって上に太陽光があっても台風とかめちゃくちゃなんで、宮古島はその時とかにぶっ飛ばされないんですね。設計上では70メーターを超える風でも、何事もないような設計をしてます。ちなみに内地、僕らが住んでる本土ですよね、名古屋とか東京とか、だいたい風速35メーターぐらいで見るわけですよ。そんなめちゃめちゃな台風来ないので。でもここはやっぱり宮古島台風銀座なので、70メーターの風に煽られても何事もないように作りました。2021年のですね、台風6号が来た時に3日間ずっと暴風域にいたんですけど、一つも被害ないです。やっぱりもうこれは本当に自慢です。何にもあるわけがないっていうぐらい何事も起こらない。で何がやりたいかって、僕たちはこの下で農業を本気でやりたいわけですよ。で農業ってそんな甘くない。それはもう本当に農業やられてる方々からすれば当たり前のことかもしれないけど、僕たちも簡単には考えてないですね。ここ以外にも今年はダメだったんですけど、来年の春からですね、名古屋の会社のすぐ近くで田んぼを借りて、そこで肥料も農薬もやらない自然栽培農法に着手しようとしてるんですね。自然栽培農法って分かりますかね。自然栽培をやってるですね、師匠や先輩たちから言わせると、この作物を育てるのに肥料をやらなくちゃいけないっていうのはまやかしだっていうんですよね。そんなことしなくても作物育つよって。そう本当ですかって。だってそれで農薬撒いてそうやって肥料やってじゃないとできないんじゃないですかって。だったら江口さんって見てくださいよって。
なんでこんなに木や草が生い茂るのって、あんなでかい木がなって実もなってますよ。あれこれ農薬やったり肥料やったりしましたって言われて、いや確かにしてませんねって。土にはそんだけの力がもともとある。それを人間が甘やかして肥料やったりとかすると、肥料やるとエネルギーレベルが高いから、やっぱり虫が集まってきてしまう。その虫を取るために農薬をまくっていう悪い習慣があると、やっぱり良くない。しかも肥料をやって農薬をまいた農作物より自然栽培のものって3倍4倍の値段でやり取りされるんですよね。それぐらい希少価値が高いんですよ。日本全体の農地の 0.1% ないらしいです、自然栽培やられてるのは。で僕たちはなんで自然栽培やりたいのっていうと、それで商売をしたい、なんか売ってみたい、それも一応あります。やってみたいのはある。だけど会社の近くで、名古屋の会社の近くでやる田んぼは半分はもち米をやって半分は普通の米をやろうと。その秋に収穫して、うちはもう毎年餅つきをやるんですけど、自分たちで作ったその無農薬無肥料のお米、もち米でついた餅を食べてみたくないですかと。それって面白くないですかって。でまずここは実験場なので、ここで農作物を今から作り始めるところなんですけども、そこでできたものを売るっていうよりも、例えば子供の頃僕たち芋掘りだったりだとか、例えばぶどう狩りとかリンゴ狩りとか、その収穫の時にめちゃめちゃ楽しかった思い出ってあるじゃないですか。そういうものをうちの社員、この宮古島で2人高卒で、大学行かなくて、高校卒業して、就職をっていう子たちを2人うちで取らせていただいたんですね、今年で。丸田くんと池間くんっていうんですけど、その池間くんっていう子の方が今自然栽培の自然体っていう学校ですね、農業学校にうちから給料を出すから1年間勉強してきてくれと。それで君は1年間そこで教わってきたら宮古島に帰ってきて、僕たちがここ以外に実は1800坪の農地を取得しています。そこで農業をやるぞと。君が自然栽培の技術を覚えてきて、君が作った作物を僕たち社員がみんなありがたくいただくんだと。そのための君は社員なんだよと。そのために君は仕事を覚えてくるんだよと。みんなの健康は君が守るんだよと。そういう形でここで一番最初チャレンジしてみようかなと思ってるんですね。